皆さんこんにちは、リアンです。なんか寒い初夏やのに梅雨の中、気温が全然上がれへんで、今日はリアン地方はめっちゃ肌寒いです。こんな時に何着ていいか分かれへんって感じで、バイバイから夏に日よけで作ろうと思ってた浴衣のジャケットみたいなやつ、浴衣をリメイクしてジャケットみたいなやつを作ろうと思ってたんやけど、こんなちょっと肌寒い時にもぴったりなやつをさっさと作ってしまいたいと思います。で、みんな見てみて、ここだけ色違うでしょ。わかる？ここ机15センチ大きくしてもらいました。拡張してもらいました、昨日で。これ柿渋塗った後で、これ柿渋塗る前で、こっちも柿渋塗って、そのうちに気がついたら柿渋塗って色変わってると思いますじゃあ今日の話やっていこう。今日もハウトゥーではなくて、行き当たりばったりドキュメンタリー方式で作っていきます。一応作戦は練ってあるんですけど、多分変更いっぱいあると思います。見て、じゃーん、男物の浴衣。多分これなんや、旅館かな。2種類。もうこれなんか裾汚れてるやつやけど買うてきた。面白いから。よく町内会で揃えたけど、どないすんのこれっていうようなやつとかないですか？男物の浴衣。これで夏のちょっと洒落た羽織物作りたいと思います。どっちしようか。どっちしようか。こっちはね、かなりこれはね、模様気に入ってるんですけど、わりかし汚れがあるのよね。こっちからしようか。でも着て歩きたいのはこっちなんですよね。着て歩きたい方で作ろうか。それではリメイクしていきます。どっちする？こっちしてどう？羽織ってみようか。羽織ってみよう。どっちが似合うかな。もう狭いから。よいしょっと、これちょっとどうやろうか。ちょっと決めてくる。はい、決めました。こっちにします。こっちを羽織物のジャンバーみたいな、ジャケットみたいなのにやっていきたいと思います。ほな、やろう。イメージはほら、この間作った羽織をジャケットにした冬物がすごい良かったので、あれをイメージしてやり方で浴衣バージョンでやってみたいと思います。ただ浴衣ってさ、羽織と違ってここがさ、袖が違うのと、あと身ごろに大元がついている。ここわかる？ここが1個多いのよね。だからちょっと浴衣風にアレンジして、説明後でまとめてやるけど、あんな感じに切っていきたいと思うじゃかじゃか切っちゃうよカッティングボードを設置する。じゃーん、カッティングボードカモン。ほら、机大きくなったからカッティングボードがまるっとサクッと置けるのよ。どうよ、いいでしょ。超お気に入り。でも裾長いの仕事しにくいから切っちゃう。今羽織ってきて、クリップ止めてきた。これぐらいにしようって思うとこ、クリップ、これここで切る。ここで切ろうかね。長さこれぐらいにします。じゃあ浴衣畳みます。これ手縫いやね。これ手縫いやから後でほどけへんようにちょっと意識して適当やけどね。自分で着る分やから、もうみんな会う人に言われるんですけど、リアさんいつも自分で着るから売り物ちゃうからって言ってるけど、いいと思うよってお言葉いただいております。ありがとうございます。はい、畳んだ。男の人ってね、ついたけやから女の人よりは短いのよね、お箸折りない分ね。でここで切るからバッツリいっちゃうよ。バッツリ裁縫道具入れね、超便利。ほんならここでスパッと切る。こうやって初めての人びっくりしないでね、切っちゃうから。はい、よいしょ。ほな、じゃじゃじゃーん、すっきり切れました。はい、これいらんね。はい、いらんのぽい。よし、次。袖。これ大丈夫？切ったけど着てみよう。あかんって言ってるかもしれへんで。思ったより短いよ。思ったより短いしてしもた。まあええか。まあええな。でこういう風に R になって。で袖がこうやろ。
だからそれでここ切っちゃおうね。パスッと切っちゃおう。オッケー。それで切ろう。踏んでここ中縫い代考えて1センチこっち側にしようか。そしたらジャカジャカジャカって裏から縫ったらええ感じやと思うね。裏向けとく。裏向けとく。こっから13センチのところに印をつける。袖口13センチでこっから1センチ。それでここから1センチ開けた。ここをカットします。ほな切るよ。ええんかな。ええねん。よし、オッケー。でこれはミシンの練習用で置いとく。次裾やねん。裾。羽織はここが下まであったからよかったんけど、浴衣ちゃんは下までないのよ。こうなってる。でこうリブをつけようと思う。こう。いやこれやりながら考えてるからね。リブが7センチ欲しい。でここな、ここ7センチのリブはこう来てほしいから、これがこうやな。そしたらこことここをつないでやな。で緩やかなカーブになるようにしたらええんじゃんな。緩やかなカーブ。ちょっとまた下水笑い方してしまった。緩やかなカーブ。分かる。分かりじゃん。だからここを切ってこんだけほどく。だからこっちも一緒やね。もう迷わずガンガンいっちゃうよ私。ガンガンいくよ、ガンガンいくよ。じゃあここ7センチほどいて切る。襟の首周りとここの下方をほどきます。ここの部分を動画のようにカットしてください。袖は1センチの縫い代を残してここ13センチの点までカットします。こちらも同じようにカットしてください。3番裾、背丈85センチのところですっぱりカットしてください。後ろはそのままで、前はここ下から8センチの点めがけて斜めに線を引きます。この時まっすぐ引いた直線から 1.5 から2センチ外側ゆるーくカーブがつくような感じで前だけカットしてください。600円で買ったチョキチョキバサミはどこでしょうか。チョキチョキありました。はい。ほなほどいていきます。じんじゃんじゃんじゃん。もうね、いろんなやり方があるんですけど、今日はガンガンいく日。手縫いやから、よいしょ。マスクしといた方がいいかな。くしゃみ出るから。羽織のスカジャン風羽織めっちゃ評判良かったんですよね。作ろうっていう人すごいいっぱいいてくれて面白かったですね。男の人の浴衣なんか昔はよく町内会で揃えたらしいけど最近ないよね。おじいちゃんのとかあったらほどきました。じゃあ反対側もね、めっちゃ簡単。下水は笑い方が。でここも7センチ切る。すごいももちゃんのいびきがチャクッと作ってね。のりがピッと効いてるから肩が怒り型になっちゃうかな。ちゃっちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃちゃ。よいしょ。ほら鼻水出てきた。7センチほどけました。さっきのなんとなく線引いたところに合わせて切ろうか。よきしょよきしょ。これなんとなくフリーハンドの時ははしゃみやね。なんとなくフリーハンドのところは立ちばさみ。でこのほどいたところを切ってしまわないようにちょっと逃がしといてあげましょう。もうイメージして即動く気持ちよさ。いきます。なんとなく緩いカーブイメージしてつけて1センチ 1.5 ぐらいかな。膨らみも足したカーブ。皆さんなんとなくっていうと細かい数字を求めはるから真ん中辺で 1.5 から 2センチぐらいをちょっとカーブも足して切りました。はい、そしたらここリブついて袖リブついてあと首リブのとこバンバンいくよ。首リブが中心から 26.5 この数字は羽織コートのとこからね。ごめん鼻水出てきた。
リブ用意しよう。じゃあ 26.5、26.5 はここの真ん中から26.5、26.5でここ 26.5 を切って1センチ折り込んでリブ縫い付けたら塩梅やと思うんやけど、またやってたら分かりへんね。でここ 26.5、26.5 ほどきます。もうなんか半年ほど前やのに羽織ですかじゃん作った時のこときれいに忘れた。で 26.5 の反対側この辺やね。反対側もほどくよ。おとなしいやろ。私だってしゃべらへんでもできるね。よし、絶対失敗しそう。今日なんかめっちゃ適当。ここまで 26.5 切りました。ここも縫うたある。ここも縫うたある。わさしさん、あかん、そこ違うやろって思ってるかも。ごめんやで。ほんでなるほどなるほど。これも外さなあかんねんな。これな、これな。もうさ、羽織ジャンバーのこと忘れてたらいっぺん持ってきて復習見て復習しろよって言うねん。すいません。なんかもう勢い余ってるから。よいしょ。ほどいた。切るで。これがこうなってなって知らんで。じゃあ切る。ここ26の印してるところ切っちゃう。ちゃう。よいしょ。後でここを折り込んでこうやってやりたい。なんかいっぱいあるやつうるさいのに切っとこうか。これちょっと中後でごちゃごちゃすると思うやつはくっつけるときに邪魔なとこ切るか。これいらんやつっぽい。はいできたよ。何がよ。切ったよ。一応イメージ通りにカットしました。じゃーんじゃじゃーん。見やんで。はい、袖斜めにしたよ。袖斜め。こっちの袖も斜め。これ斜め。襟取った。裾切った。じゃあここにつけていくリブの用意をします。男物の浴衣で羽織もん用意するもの。浴衣リブニットダブル幅の場合は50センチです。まず襟の部分60センチ ×14 センチを1枚、カフス14センチ ×22 センチを2枚、裾16センチ ×140 センチを1枚用意してください。リブね、リブっていろいろあるのね。あんまりよう知らんかってんけど何でも白く。はい、出てきた。夏のサラサラリブっていうのが売ってた。それしかなかった。それを買ってきました。1メーター790円ぐらいやったかな。でリブの長さを決めるのにこの裾周りぐるっと何センチあるか測っとこう。そうせんとリブの長さ決められへんな。これは小学校6年の時から使ってもう断裂寸前のメジャーバラバラになったやつ。買えよ、物持ちいいねん。でちょっとこれ中入るぐらい2センチぐらい余裕にピッと置いて、でこうやってここで折れ曲がってこう来てここで折れ曲がってこうやん148。わかりました。リブの用意をします。まず裾が148センチ欲しいんやけど、これ何センチ幅リブ知らんとこうてんかい。150ぐらいあると思うんやけど、あんたいい加減なことやって。リブが140センチ幅で必要数が148やけど140にしときますだから筒棒状140で16センチを1枚切ります。いいのよそういう考えだから
リブって引っ張ったら伸びるから、こうやってピッと引っ張りながら縫ったらいけると思う。あんまりニットも詳しくないのよ。でこれでシュルルルルルン切れてますね。裾16センチ。はい、これが襟。リブはいっぱいあるから失敗しても大丈夫。袖下を縫います。袖下、ここ1センチのところを縫ってください。直線ミシンの人はジグザグで始末しておいてください。袖をつけます。リブニットカフスの部分、中表にしてここ1センチの縫い代で縫って、外表で2つ折りにしてください。そしてこれをここにセットします。そしてここをロックミシンもしくはミシンで縫ってください。じゃあ袖やっていきます。さっき斜めにカットしたここの袖をロックミシンかける前に、ここ三つ折りで綺麗に始末してあります。ここをほどいても別にいいんやけど、邪魔くさいからカットしちゃいます。これね、三つ折りしてあるところ切っちゃうよ。ジョキジョキ。はい、切っちゃいました。そしたらここを私は4本ロックで始末しながら一気にここまで縫っていきます。ここ1センチ縫い代取って多いめに置いといたから多分うまくいくと思う。ロックミシンのない方は縫い代1センチで直線縫いして、でギザギザジグザグミシン端っこかけて糸端っこ処理しといてください。ほな一気にやっちゃいましょう。これ裏よ、裏ではい、こんな感じで多分うまいこといったと思う。そしたらこっちのリブをつけていきます。リブってここね、用意した袖のリブのところを中表にして半分に折って、でここをロックミシンかけます。これ普通のミシンやったらリブって縫いにくいのかな。はい、縫えました。もうなんか梅雨でお天気悪くて嫌ね、肌寒いし、こんな時こそさっさと作ってさっさと羽織りましょう。あと真夏になってもエアコンの中とか、あと日差しよけとかにするのに浴衣の生地は涼しくていいと思います。はい、じゃあこれひっくり返しますよ。ペロンちょっと半分に半分で、ね、半分に折ります。それで表でこう半分になりました。ね、これがここね、こうなる。これね、こう半分でさっき縫った袖のところに縫い付けます。これ今袖こっち裏です。これリブ2つ折りしたやつです。でこの縫い目はここと重なると縫いにくいからちょっとずれるぐらいでもいいかな。こっち側でこういう感じで入れるよ。入れましたね、入った。そしたらここをクリップで留める。縫い目いっぱい分厚くなるから1センチぐらいずらしてもいいね。縫い代1センチか 1.5 か2か適当にずらします。でクリップ留め。ほんで反対側をまずクリップ留め。そしたらこのままぐるっとロックミシンで縫っていきます。でこの時もこうやって縫うよりこうやって縫った方が縫いやすいからわかるこう中見るようにしてこうやっておいて縫っていくよ。でちょっと引っ張りながら生地に沿うように縫っていくとやりやすい。じゃあ縫えた。どんなになったか気になるでしょ。ひっくり返してみるよ。じゃーん、いいと思うぞ。これリブニットになりました。じゃあ反対側も同じように作っていくよ。ほらリブニットうまくできてると思うよ。ここもほら、ちょっとこんなん出てる、こんなん出てる。切っといたろ。OK です。じゃあ反対側も同じようにやっていきます。リブついた、袖ついた、袖いい感じになった。でもさっきのやつはごまかしたけど、ここごまかしてプチって出たとこ切っちゃったけど、反対側はちゃんと裏返した時に引っ込めるように綺麗に折りたたんでやったから
綺麗にできた。やり直せよっていうねんな。はい。で次襟。さあすっかり綺麗に忘れてる襟やりましょう。襟をつけます。襟はここにつけます。こちらも詳しくは動画をご覧ください。丸い部分をまつり縫いで始末します。一直線にミシン片付けろよって言うねんね。だってもうクソもない。よし、こうやって襟ってこう一直線にねこうなるはず。このさっき切ったこの襟のやつを外表になるように2つ折りにして、で中心と中心を合わせるから中心の印だけ先つけとこう。よし、ここ重心、ここ中心、ここの中心と背中心を合わして、でこうつくからこうや、外表や。よいしょ。あれよう間違えるからね。裏つけてもうたとかよう言うてる。はい、こうやろ。でここが襟縫うたったとこやろ。ほんでここの背中心、中心と背中心を縫うんやけど、ここでこうやってやったら 1.5 ぐらい縫い代取ってあるけど、ここが出来上がり線として考える。さっきの糸抜いてないやつ、ここが出来上がり線として考えるから1センチこうやって背中心とここの中心をまず合わせてクリップで、これが結局こう入るんや。こうなってこうや。大丈夫1センチでしょ。でここも縫い代1センチ置いといてこう切るんや。あれ羽織コートの時こんなんせえへんかったような気がするけどな。1センチ縫い代1センチ縫い代1センチここが1センチ折り込めるようにしたくって、これ上襟取っちゃおうか。上襟ってこう襟の上についてるこう汗かいた時とかに付け替えできるようについてるやつやから、これだけ取れるはず。これ邪魔。これ取っても問題ないはず。これ取りたいけど、これ取ったらここほどかなあかん。ほどいて後で手縫いしようか。ちゅうわけでここの上襟さんとこだけ取っちゃう。これがこう1センチ折り込んで始末したいから、これがこう1センチ折ってやりたいから、これを 1.5 ほど切っちゃう。要は後で仕事やりやすいようにするだけで、別に分厚くいの平気やったら切っちゃうね。そしたらここを1センチ折り込んで、ちょっと指アイロンするな。1センチ折り込んで14で、これこうなってこうなるからこうやろ。でこう入ってこう入ってこうで14の方が良かったんじゃん。ちょうどこれで縫い代ないから14に切り直そう。襟のリブがサイズがちょっと小さかったから変更してきました。60センチの14センチ1枚にして、さっきの続き、こっちが背中心とリブの中心を合わせて、それでこっちはさっきカットした通りね、こう1センチ折り込んでこうやって囲えるぐらいにしてある。それで皆さんこう着物のこれどこ縫うたらええんか分からへんくなると思うんやけど、ここのさっきほどいたこの端っこが出来上がり線だから、ここに沿わしていったり、縫い代1センチをイメージしてこうやって沿わしていくといい。でもしリブが短かったりしたらちょいと引っ張ってあげたら伸びるから、最後のこの終点のところちゃんと着てくれたらそれでいい。これこう入って、でこれこう入る、こう要はこう出来上がりがこうなってこうなってこうなってるところにこう入ったらええからこう言うてて、だからこれのところがここやから、ここまでリブがここまで縫えたらええちゅうわけや。ここまでな、ちょっとイメージしてやっとかへんと後でしまったって思ったらあかんから、こう来て
こう縫えました。そしたらこのリブをこう切って包んでこう折ってあげるという感じに仕上がる予定。細かいな。一応そうなるはず。こことここのリブの長さがさっきぴったりすぎて縫い代がなかったから、縫い代もちゃんと取っていい感じやね。ここで縫って、これをここまで縫う。よし、ここまでやな。でこう引っ張りながらやったらいいから。で反対側もこうでしょ。でここが1センチこう折り込んで、でこれがこうなるから、しやからここええやな、ええよ。でここ出来上がり線から1センチ残して縫い代、こんな感じやな。でリブをこう出来上がり線やろ。ここもこうや、出来上がり線がこうわかる？こうなってるのをこう開いて、なんとなくこうカーブつけてあげて、でここら辺でよし一旦沿わしてあげて、でこれこう縫いながら自然に持ってきたらいいからね。こう今縫い残しが出えへんようにちょっと確認して、よし、じゃあ布いや今日は出かけるからとりあえずここまでやと。もうそうやって失敗するんやろ私。やってみな分からへんの。ああ落ちてきたよ。よいしょ、これやったらしらすご飯食べて出かけよう。そしたら縫っていきます。よし、ちょっとずれてきたから、どうやろうか。ドキ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 。よし、これがさ、お、一応縫い残しはないみたいやな。もうちょっと奥でもよかったかな。ここ糸あるな。こっち倒すよ。あ、ちゃんとなんとなく縫えてるな。なんとなく縫えてるな。ここや、ここ指アイロン1センチやっといて、いつもはビトラのアイロン使うんやけど、面はピッとしてるからね。でこっちからですよ。こうなってるじゃん。でこれは仕上がり線でこう包み込むわけよ。中入れとこう。包み込むわけね。これでこうよね。でここにこの人がジョイント、こうなってる、ここに入ります。入りました。でここを元のところを縫ってあげる。よいしょ、いけるんじゃん。あ、いけた。でここちょっと落ちた。いけた、いけた。わかる。こんな感じに、ここさっきちょっと軽くほどいたとこは手縫いでまつり縫いします。反対側も同じようにこのようにくるんで始末してまつり縫いします。で襟はそこまでで、また後でね縫っちゃうね。これ今襟うまいこと割といったと思うんですよ。問題は残るは裾ですね。楽しみ。で縫ってしもたらほどいた中途半端なところをちまちま取って、こういう糸ね、これをちまちま取ってきれいにして裾に行きたいと思います。2回結んだ私。裾は外表にして半分に折ってください。それをここに縫っていきます。詳しくは動画をご覧ください。はい、ほな裾をやっていきますよ。これ接中心ね、わかる？これ襟先縫ったとこでさ、この裾適当に切ったところで袖できてるでしょね。そしたらあとは裾つけてアイロンかけたら出来上がり。で接中心から合わせていきましょう。ちょっとねこれが予定よりも短くなってるはずやから、短い分は引っ張りながら縫っていく。で2つ折りにした真ん中中心に線打って、
これとここの背中心を合わせます。2つ折りにして、こっち上ね、上こうかけてこうなるからいいんやな。ここ上で留めていく。よいしょ。2つ折りね、これね、2つ折りにして、でこうなる、こうなるね、イメージ的にね。でちょっとこれ引っ張りながらつけような。ここちょっとここほどいたの分かる？そしたらこれがここの1センチぐらい中まで縫ってひっくり返してこう閉じられるようにね、適当にこうやってニュ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 ってここ持ってきて、こうやって合うやん。リブって便利、伸びるから。でここもこう伸ばしながら。リブってあんまり巻きで売ってないのよね。某ゆさん行ってリブありますかって言ったら、これぐらいの幅のなんかこういう30センチ幅ぐらいのリブとかカットしたリブしか売ってなかったわ。日暮里とか問屋さん行くと大きいの売ってるんですけど、私の行く生地屋さんでもそのシーズンに応じたリブが売ってる。あとネットかな、ネットでも結構手芸材料買うんですけど、布地って質感と厚みと触った感じが分かれへんので、あんまり布は買わないですね。どうしても特別なやつの時とかは買うけど、なかなか手に入れへんようなやつとか、コアやからね、たまになかなか手に入れへんやつとか買いたくなるからね、そういうやつは買うね。で買ってちょっとやっぱり思ったのと厚みが違うかった、薄っぺらいかったとかって思うことも何回もありますけど、それは覚悟の上で買いますね。パーツとか口金とかガマ口とかってあんまりないんですけど、布地は結構思ってたのと違うかったっていうのは多々ありますね。でも輸入物とかファブリックとかリブとかはやっぱりネットの方が品揃えいいよね。ピンチが打てました。そしたらここを下の浴衣の生地と合わせながらロックミシンでダーッと縫っていきます。ロックミシンない人はミシンで1センチの縫い代でダーッと縫ってジグザグを始末してこんな感じにやっていきましょう。じゃあミシン出すよ。ロックミシン便利です。でこういう風になって下の浴衣生地の方が長いから縫う時にこう引っ張ってリブ伸ばしてあげて縫うと綺麗に沿いますからね。よし、じゃあここで縫えたはい縫えたよ。ほらそれでこれを返すよ。ほらこうなります。でここね、さっき何のためにここでうまいこと切ってこの長さを合わせたかっていうと、これを倒してここにこうカパッとさ入れちゃえば、ほら始末簡単、綺麗にできる。でここちょりちょりちょりってこっちもちょりちょりちょりと祭り縫いやったら裾の出来上がり。祭り縫いしようか。こういう時さ、和裁師さんってさすごい早くて上手で綺麗だよね。憧れるわ。こうくけ縫いする時もうほんと憧れるわ。私本当に皆さん褒めてくれるけどね、そんな上手じゃないのよ。ちゃちゃっと楽しくできればいいって感じで。はい、じゃあ反対側も同じように縫っていくよ。ほらちょっといい感じじゃないちょっとここの目雑いけどちょっといい感じじゃない。じゃあ反対側もやるわね。アイロンして仕上げていきましょう。今回はいつもこまめにやったんですけど、今回はまとめてになりますね。いい感じになってるといいんですけどね。リブって伸びてくれるからこうちょっと短めでもこういい感じになるから好き。今アイロン当ててるところは裾のところね、ここ割れながらいいアイデアやと思うわ。ちょっとリブつけるだけで和服感が抜けるような気がする。羽織の時も袖と襟と裾とリブつけただけやけど、みんなにいいねって着物業界の人にも言っていただきすごい嬉しかった。
今度よいしょ、ここね、お袖下、こういう時はタオルシャンを丸めて、よいしょ、ここに入れてあげて、アイロンするとしやすい。何でもね、家にあるもので工夫したら大概のことはできますね。もうちょっと汚いかったから直せよっていう、反対の手の方はもっと綺麗にしたよ。できました。どういけたような気がする。はい、できた。ちょっとコーディネートして全身でお披露目するね。簡単でした。待っててね。できました。どうでしょうか。こんな感じです。くるっと回ってみるね。こんな感じです。はい、こんな感じです。どうでしょうか。結構すごい着やすいし、動きやすい。で、袖もすっきりしてるし、後ろもこんな感じ。それでここの浴衣やからこういう合わせのところどうなるかなと思ったけど、なんかこうやって見たらなんかそんなデザインみたいな感じで可愛いような気がします。で、今中半袖ね、半袖です。よし、こんな感じで作ってみました。めっちゃ簡単でした。今回は羽織と違って浴衣は一重だったので、すごくこう裏がない分やりやすかったです。もうずれることもなく直近って切ってカチャカチャって塗ってできました。なんかすごい可愛いよ。どうでしょう。なんか思ったよりすごいいいかもしれん。ちょっと気に入ってます。すごくこれ大発明かもしれん。いろんなバージョン作ったら面白そうなので、動画でもこんなバージョンあんなバージョンとか作ってみようかな。なんか長さ変えたり短くしたりしたらいろいろアレンジが効いて楽しいような気がします。みんなロックミシン欲しくなるかもしれへん。で、リブはすごい簡単で可愛い。生地が足りなくてもリブ伸び伸びできるので、引っ張って調節してやったら、ほらここが裾なんかふわっとした感じに出来上がったような気がします。でここもなんかふっくらしたドレープになって可愛いような気がする。ここもなんかすごいええ加減にキレーって斜めに切っただけあるのに上手にできたような気がします。なんか今回も「ハウと違うよドキュメンタリーやよ」とかって言ってたけど、行き当たりばったりで作った割にはなんか大発明かもしれん。めっちゃ気に入ってます。みんなもよかったら作ってみてください。まだまだ肌寒い日も続くし、浴衣の生地やから日よけで作ってもらってもいいと思います。白っぽい浴衣やったら真夏でも着れると思うし、丈の長さはお好きな感じに調節してみてください。なんか短くしすぎたとかって言ったけど、ええ感じなような気がする。お友達のお父さんが編んでくれた布ぞうり、可愛くてちょっとお気に入りです。今日もまた同じこと言っちゃう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。最近コメントをたくさんいただいてとっても嬉しいです。なかなかコメントの返信できていないんですけども、全部読ませていただいてます。一つ一つの言葉が励みになっています。なんか私のセンス好きやよとかって言ってくださるコメントもなんか、うわ嬉しい、また頑張ろうとか思って自信になります。ありがとうございます。これからもちょっとずつ手作りもっともっと楽しんでいきたいと思います。おかげさまでネタは尽きへん。リクエストもたくさんいただいて、帽子作ってないのごめんね。気持ちがそれてしまって、またそのうち気が向いたら作りたいと思います。忘れてた。それで最後まで見ていただいてありがとうございます。グッドマークやチャンネル登録していただくと励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。一貫張りのリアンでした。ありがとうございました。バイバイ。動画で学ぶ一貫張り講座を始めました。 YouTube ではなかなかお伝えできないことや細かなコツやポイントをお伝えしています。リアンの講座には基礎ののり編と応用ののり編があります。まずは基礎ののり編です。講座には一貫張りのバッグがすぐに作れるカゴバッグ材料セットと
一貫張りのための糊や柿渋のついた初めてセットがついています。お好きな時間にご視聴期間なら何度でもご覧いただけます。詳しいことは動画の概要欄にリンクがありますのでご覧ください。合わせてリアンとリモートで学べる初めての一貫張り講座も不定期で開催しています。一緒に一貫張りを楽しみませんか？